こんにちは、はるたまです。今回は恋愛リーディングです。この動画が表示されたあなたの運命の人を詳しくリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、今回はちょっとヘキサグラムスプレッドでリーディングしていきたいと思います。はい。この動画にたどり着いてくださった皆様の運命の方、どこで出会うのか、そしてその人はどんな人なのか聞いてみたいと思います。じゃあいきますね。1、2、3、4、5、6。はい、まずはこちら。はい、これソードのナイトですね。そして、ペンタクルの4番と、女帝。はい。ペンタクルの6。カップのエース。はい。そして、ワンドの8。ペンタクルの5番。はい。ではですね、ちょっとカード全部展開したんですけど、まずね、ここですね、ここ過去で、ここ現状なんですけども、このあたりちょっと読んでいきたいんですけど、過去にね、これソードのナイトさんが出てるんですよ。で、ここにたどり着いてくださった皆様って、結構こう、モテる方が多いのかなっていう感じがして、場合によっては結構、今までも恋多きみたいな感じじゃないですかね。うん。で、これまでも、そうですね、ちょっといいなーって思える人とかも結構いたと思いますし、実際になんかそういう方と恋愛が始まるっていう感じで、そういうことも結構あったんじゃないかなっていうことを言ってるんですよね。そうですね。なんかこう、いいなって思ってた人とちょっとそういう関係になって、でも、ただ、その関係が深くなるにつれて、あれなんかこの人違うかもとか、あなたの方がちょっと気持ちが冷めちゃったりだとか、あと、初めは、なんかこう、すごく素敵な人だなと思ってたのに、付き合ってみると、あれ、なんか、この人、自分の求めてるような人じゃないかも、みたいな感じで、そこでちょっとお別れしてしまったり、うまくいかなくなっちゃったりっていうことが多かったのかなっていう感じなんですよね。そう。だから出会いのチャンスも多いし、すごくこう、モテる方だと思うんですけれども、なんかこう、関係があまり長く続かないとか、うん、その人を深く知れば知るほど、なんかこの人は運命の人じゃないかもとか、あなたの方がちょっとお気持ちが冷めてしまったり、なんか嫌になっちゃったりとか、そういう感じでちょっと恋が終わってしまうことが多かったのかなという感じなんですけれども、いかがでしょうかね。で、多分、ここにたどり着いてくださった皆様は、きっと、真剣に、恋愛のことを考えてると思うんですよ。その場限り楽しければいいやとか、うーん、今だけ良ければいいやみたいな感じじゃないですよね。だから、なんかこう、未来のことを考えるとこの人じゃないかもとか、なんか求めてる人と違ったみたいな感じで、そこでなんかこう、あなたの中で気持ちがちょっとこう離れちゃうというか変わっちゃうというか、そういうことが結構多かったのかなという感じがしますね。恋愛に対して誰よりもこう真剣に考えてる。もしくはもう恋愛っていうかその先のこと、結婚とか将来のことを考えてるからこそ、なんか、あ、この人違うかもって思うと気持ちがこうスッと冷めちゃうみたいな、そういった感じだったのかなってことを言われていますね。そう。で、現状なんですけども、ペンタクの4が出てるので、今のあなたっていうのはすごく恋愛に対して慎重に考えてるっていう感じがするんですよね。やっぱりこう、次は、ちゃんとこう、同じように、自分と同じように未来のことを考えてくれる人とお付き合いしたいとか、そうですね。将来を考えられる人がいいとか、そういう気持ちが今あなたの中にはすごくあるんじゃないかなっていうことを言ってますね。そう、なんかこう、ただ楽しいとか、気が合うとか、そういう、ことだけではなくて、この人とだったら、ちゃんと未来を一緒に手を取り合って歩いていけるとか、
あと、あなた自身がその人を尊敬できるとか、信頼できるとか、そういう人と恋を始めていきたい。そしてお付き合いしていきたい。行った先には、ちゃんとそうだな、素晴らしい未来を二人で作り上げていきたい。そういう思いが今のあなたの中にはあるのかなというメッセージが強く入ってきますね。うん。そう。だから今現在も例えば、いろんな人からアプローチされたりとか、そういう方もいるかもしれないですよ。でもなんか違うんだよね、みたいな感じで、あなたの中では、理想があるのかな。ちゃんとこういう人とこういう未来を築いていきたいっていう理想があるからこそ、やっぱりそうですね。簡単に、恋が今始まっていかないような、そういう状況なんじゃないかなってことを言ってます。で、恋愛に対して慎重なのって、全然悪いことじゃないと思うんですよ。うん。むしろ真剣に考えてるからこそですよね。その場限り楽しければとか、ね、今日が良ければっていう感じじゃないですもんね。うん。だから、それはね、すごくいいことなんじゃないかなって思うんですけれども、うん。ただ、心配になりますよね。この先、そういう人って現れるのかなとか、ちょっとご自身も未来はどうなるんだろうっていう不安を少し感じてるようにも見えるんですよね。はい、これが過去現状でございます。で、そんなあなたに近い未来、なんと女帝、出会います。出会いますよ。で、なんかね、今、見てくださってる皆様、それぞれね、理想の人いると思うんですよ。その人にほぼほぼ近い人と出会うっていうことを言ってます。よかった。なんかあなたが心の中で思い描いてきた人が目の前に現れるっていう感じなんですよ。それは外見的なことかもしれないし、あと内面とか価値観とかね、こういう人と結婚したいなとか、こういう人と未来歩いていきたいな、そういう人と出会います。おめでとうございます。ね。よかった。その理想っていうのはね、人によっていろいろだと思うんで、そこはご自身のね、理想の人を今思い浮かべてもらった人っていう感じで、ここは取っていただけたらなと思うんですけれども、もうちょっと詳しいこと聞きましょうか。出会うっていうふうに言ってるけど、ルノルマで聞いてみる。はい。出会うんですけど、もう少し深掘り。星ですね。星が出たので、夜の出会いなんじゃないかなっていう感じなんですけども、ね、出会う時間帯は夜だと思います。で、そうですね。なんか、あなたと同じ夢とか目標に向かっている人っていうメッセージが強く入ってきて、今、あなたがこういうことを目標にしてるとか頑張ってるとかっていうのはありますかね。そしたらその人も、同じように夢とか目標に向かって走ってる人。だからなんか志が一緒の人っていうことを言われています。もし今めちゃめちゃお仕事頑張って仕事で結果出したいとか成果出したいっていうふうにあなたが感じてるんだったら、その人ももしかしたら仕事の種類とかは違うかもしれないけど、今仕事で一生懸命結果を出そうとか、その目標に向かって走ってるとか、そういう方なんじゃないかな。なんかやっぱり価値観とかも近いかもしれないですよね。うん。で、なんかね、ちょっと星が出たので、運命的でロマンチックな出会いっていう感じなんですよ。もうちょっと聞いてみようかな。運命的でロマンチックでしょ？ルノルマンで聞きますね。運命的、ロマンチック。もう少し詳しく。はい、ハウス。ハウスが出たので、もしかしたら、知り合いとかの集まりとかね、友達に誘われて行った、なんか飲み会とか、あとは、親しい人の紹介とか、そういう場合もあるのかな。ね。なんかあなたが、すごく安心できるような、空間ってあると思うんですよ。そこに、なんかその人がポンって現れるとか入ってくるようなイメージなんですよね。だから、いつも、仲良く
飲んでる友達がちょっとこう知り合い呼んでいいみたいな感じで呼んだ人がその相手とか、そうですね。で多分出会った瞬間になんかこの人ちょっともしかしたら運命の人かもっていう風にあなたは感じるんじゃないかなってことを言われてますね。なんか誰かの紹介っていう場合もあるのかな。まあ恋愛的に紹介するよっていうことではなかったとしても、例えば仕事仲間がなんかあなたの力になってくれそうな人いるからぜひ今度会わせたいからみたいな感じで間に入ってくれて、で紹介してくれた人があなたの仕事のことをこういろいろアドバイスしてくれるとか助けてくれるような人とかでそれが実はその運命の相手っていう場合もありますよね。だから何かこう親しい人からの紹介だったり、なんかこうあなたが知ってる人たちがこういる中にその人がこう誰かの知り合いとかで入ってくるとか、そういう感じなんじゃないかな。家が出てるっていうことはね。で多分会った時になんかこう価値観が近いなとか話が合うなとか、そういう風にあなたもお互いも感じる、あなたもお相手も接してしまった、あなたもお相手もなんかこうやっぱりお互い感じるんじゃないかなっていうメッセージが強く入ってきますね。あとですね、オンライン上での出会いっていう場合も十分考えられますね。家なのであなたがお家でこうゆっくりくつろいで、でオンライン上でこういろいろ気になるコミュニティに参加したりしてるときに、そのお相手もそこのコミュニティに参加してっていう感じで、そこでこうちょっとこう話が盛り上がるというか通じ合うというか、そういう場合も十分考えられますよね。SNS とかオンライン上っていう場合もあると思います。家なので。でやっぱりね、一生共通なのは同じような志を持ってたり考え方が近かったり、目指してるものがなんかこうあなたもお相手もなんか近い感じがするんですよね。だから全くこう価値観が反対ですとか目指してるものが全然真逆ですっていう感じではないと思うんですよ。だから初めて会った時にそれがお友達の紹介だったとしてもオンライン上だったとしても、なんかすごいこの人って自分と近いなとか、分かり合えるなっていうふうにあなたは感じるんじゃないかなっていうメッセージが強く入ってきました。はい、そしてここをね、会った瞬間のお相手の気持ちで出してるんですけど、向こうの一目惚れっていうことを言ってますね。運命の人ここにいたみたいな感じで、あなたに会った瞬間ちょっと心が打ち抜かれるみたいなことを言ってますね。なんかこうスイッチが入っちゃうみたいな、そういう感じなんですよね。そうでカップのエースって愛平和なんですけれども、向こうの中で会った瞬間もう愛が始まりつつあるっていうことを言ってますね。できっとねあなたも会った瞬間なんかこの人って話しやすいなとか一緒にいると気持ちがほっとするなとか、あとやっぱりこう目指してるものとかも一緒だったりするので話も合うと思うんですよ。あなたが仕事頑張ってるとしたら向こうも仕事頑張ってるみたいな感じで、あとこう将来目指してるものとか望んでることが結構近いから話はすごく合うなって感じると思うんですよ、あなたも。で向こうもやっぱり同じように感じてて、むしろこの人とこれからもっと仲良くなりたい、親しくなりたい、お付き合いしたいっていう気持ちが相手はその出会った時にそういう気持ちをもうすぐに抱くっていうことを言ってますね。なんか一目惚れに近い感じなんですよね、このカードが出てるっていうことは。だから結構向こうの方から割とこう積極的にあなたに話を振ってくれたりだとか話しかけてきたりとかっていう感じなのかな。出会う場所っていうのは、人それぞれ違うと思うんですけれども、お友達の紹介かもしれないし、なんかこうね友達がなんか連れてくる人かもしれないし、場合によってはオンライン上かもしれないけど、そこはちょっとバラバラだと思うんですけれども、ただなんかあなたもその人に初めて会った時になんか初めて会ったような気がしないなっていう風に感じると思います。なんかやっぱり通じ合うものがある。
近いものがあるっていう風に感じてて、普段もしかしたら今割とこう恋愛に対して慎重ですよね。その慎重なあなたが、なんかこの人ともっと仲良くなりたいなとか、ね、連絡先ちょっと知りたいなとか、今日ね、出会って、今日で終わりにしたくないなみたいな、なんかそういう風に、ちょっとこう久しぶりにあなたの気持ちもこう動くような感じはしますよね。で、すごいなカップのエースでしょ。これ愛の始まりなんですよね。で、多分お相手はあなたに会った時に、理想の人だ。この人と出会うために今までのことがあったんだっていうくらい心が動かされてるっていうことを言ってますね。で、ここであなたの気持ちで出してるんですけど、ワンドの8なんですよ。急展開なんですよ。やっぱりね、普段は今ちょっと慎重ですよね、恋愛に対して。そんなあなたが、ちょっとこの人とだったら、もっと仲良くなりたいな、知りたいな、みたいな風に、結構こう、あなたの方も、その会った日に気持ちは、動く感じがするんですよね。これ花火上がってますもんね。で、なんかこの人と進みたいなとか、こう守りに入っていた心がこう自然と開いていくような、そんな感じがしますね。久々になんかちょっとときめくなとか、久々にちょっとドキドキするなみたいな風にあなたも思うんじゃないかな。ね、この人と会っていろいろ話してるうちに。だからあなたもやっぱり運命を感じるんじゃないかなってことを言われていますね。はい、そしてですね、最終的に2人結ばれるんですけども、何がきっかけで結ばれるのかっていうのをここで出してるんですけど、これペンタクルの5なんですよ。ということは、なんかあなたがちょっとこう困ってたり、悩んでることってありますかね。それを相手の方が助けてくれる、手を差し伸べてくれる、相談に乗ってくれるっていう感じなんですよね。今現在困ってる問題かもしれないし、今後なんか困ってることが出た時に相手に相談してっていう場合もあるだろうし、ちょっとそこはね、人によってそれぞれだと思うんですけれども、あなた一人だとちょっと厳しいなとか難しいなって思ってること今ありますかね。そしたら、それを相手が一緒に解決してくれるとか、助けてくれるとか、なんかそういうことを言われていますね。で、それがこうきっかけなんですよ。あとは何かこうあなたが落ち込んでることだったり、体調がちょっと悪い日だったり、なんかそういう時に向こうがそのなんかこう様子がちょっといつもと違うなってことに気づいてくれてフォローしてくれるとか、助けてくれるとか、そういう場合もありますよね。で、これがきっかけであなたはやっぱりこの人って頼りになるなとか、ちゃんとこう自分のことを見てくれてるんだとかっていう風にして、一気にあなたの気持ちっていうのがこう相手に向かっていく感じがするんですよね。で、あなたもどんどん相手に心をこう開いていくような流れになるんじゃないかなと思います。で、そこから一気に距離は縮まっていかれるってことを言われてますね。で、そこから連絡とかも頻繁に取るようになると思うんですよ。今までだったら例えば1週間に1回ね、連絡が来るとか来ないとかそれぐらいだったのが、このなんかこう困ってることを向こうがフォロー、助けてくれることをきっかけにほぼ毎日こう連絡を取り合うような関係になったり、場合によってはあなたが助けてもらったんで、フォローしてもらったんで、今度じゃあお礼にご飯でもどうですかみたいな感じでこうあなたからお誘いすることも多くなったり、で、やっぱり二人で会う機会っていうのもどんどん多くなってくるってことを言われてます。で、そこでやっぱりこう、時間が、二人で過ごす時間っていうのは増えてくると思うんですよ。で、そうなってきたら、今度相手が、ね、実は初めて会った時から、あなたのことが気になってました、みたいな感じで、お気持ちを伝えてくれて、そこからこう、二人の関係性が始まっていくのではないかなってことを言われていますね。で、多分ね、困ってる時とかに真っ先に助けてくれるっていう風にこのカードが言ってるので、めっちゃこう頼りになる方だと思うんですよ。あなた的にも。だから、なんかそういう一面を見た時に、あなたの気持ちがもう
一気にこう動くっていう感じなんですよね。やっぱりあなた的にも初対面の時はなんか話しやすいなとか、なんかあんま初めて会った気しないなっていう風にね、一緒に話して楽だなっていう感じ。そしてなんかちょっとこの人いいかもみたいなちょっとドキドキもあると思うんですけれども、完全にこの日に心を開くっていうことではないと思うんですよ。ただこの日にお互いこうつながって連絡先とかもこうつながって、でそこからだんだんこう距離を詰めていく感じなんですよね。で何かこうあなたが困ったことがもし今現在あったらそれのことを相談するとか、あと今後何かどうしようって思うことがあった時に向こうが真っ先に駆けつけてくれるとか、それがきっかけであなたがやっぱりこの人好きかも、この人とだったらお付き合いしたいとか、未来一緒にこの人だったら考えられそうっていう風に一気にこうあなたの心がこうオープンになっていくような感じがするんですよね。でそこからもう一気に距離縮まってきます。向こうもやっぱりこうあなたが心を開いてくれるのをもしかしたら待ってる感じがするんですよね。いきなりこうぐいぐい押し付けがましいっていう感じはしないんですけど、向こうはもう一目惚れなんで、どうしたらもっと仲良くなれるかなとか、あなたが心を開いてくれるかなっていうことをちょっとこういろいろね考えつつこうあなたと距離をこう縮めていってるような感じがするので、ただそのことがきっかけであなたが心を開くと、向こうも結構積極的にお気持ちを伝えてくれるようになったり、そして自分の気持ちとあなたの気持ちが一緒だっていうことがお互いこうはっきりこう言ってなくてもなんとなくこう通じるような状況になったら、向こうがちゃんと気持ちをお伝えしてくれるような流れになるのかなというメッセージが来ています。はい、そしてね、ここがね、アドバイスで出してるんですけど、ペンタクルの6番なんですよ。で、そうですね、この方と近いうち出会うと思うんですけども、出会ったら、なんかこう、頼るっていうのいいよっていうことを言ってて、こんなこと頼んだら悪いかなとか、迷惑に思われるかなとか、そんな風に遠慮しなくて大丈夫ですっていうことを言ってて、むしろこうあなたがちょっと聞いてもいいですかとか頼んでもいいですかとか、その困ってることをこう素直に相談するっていうことが2人の距離を自然に縮めていく鍵になるんじゃないかなっていうメッセージが来ていますね。なぜならばお相手はもうこれなんですよ。これが全て最初にあなたに会った時からどうしたら仲良くなれるのかなとか、もっと関わりたいなってずっと考えてるんですよ。だからあなたから頼られるってことはお相手にとってすごく嬉しいことなんですね。だからまあそういうきっかけをあなたから作ってもいいのかなっていうメッセージが来ていますね。なんかこう相手の詳しいことをちょっと聞いてもらうとか、それに対して相談してもらうとか、なんかこうガジェット系とかそういうものがあなたがあんまりこうちょっとねいろいろ苦手だったり詳しくなかったらそういうことに関して聞いてみるのもいいと思いますし、あと実際に今現在なんか困ってることとか悩んでることとかあったりしますかね。なんかこれなんだよな、やっぱり目指してるものが近いっていうことを言ってるので、あなたも相手もこう仕事に関してすごく今すごくこうなんていうのかな、一生懸命向き合ってる方だったらその仕事に関して行き詰まってることだったり悩んでることだったりとかね、そういうことをちょっと相談するとか、どうされてますかみたいな感じで聞くとか、そういうこともいいと思います。なんか教えてもらえますかとか、こういうの詳しいですよねとか、それをこうちょっとこう相手に、投げかけてもいいかもってことを言われてます。これでやっぱり一気にね距離はどんどん近づいていくんじゃないかなってことを言われてますね。でそうですね、やっぱり向こうはねあなたと仲良くなりたいですから、すごいいいチャンス来たって思いますよ。そういうことによってそれがこう二人の距離をね近づけるきっかけになるのかもってことを言われています。でもともとこうあなたはしっかりされてる方だと思うし、むしろなんかこう人に甘えるとか頼るっていうことに関して抵抗があるかもしれないんですけども、でもそんな悪いかなとかそういう気持ちもしあったとしたら、それは全然こう考えなくて大丈夫っていうことを言ってます。むしろこの恋愛が動くためにはちょっとこう頼ったり甘えたりっていうことが結構鍵なのかなっていう感じはしますね。なんかこの女の子もなんかこっちにいっぱい人がいていろいろ言ってるんですよね。何かそしたらこうしますよああしますよみたいな感じで助けの手がこう来てるカードなんですよ。だからあなたが
一言こういうことどうなんだろうっていうと、向こうがこれいいんじゃないあれいいんじゃないみたいな感じでいろんな方法とか作戦とかっていうのを提案してくれる場合もあると思うので、ぜひぜひ相手を頼ってくださいっていうメッセージが来ています。はい。じゃあ、そうだな。相手のどんな人っていうので、ほぼほぼあなたの理想の人っていうところは出たんですけど、もうちょっとだけ聞きましょうか。そのお相手に関して、ちょっと、ちょっとね、外見とかに関しましては、人それぞれ、その、好みのタイプって違うと思うんで、そこはあなたの好みのタイプの方だと思うんですけど、それ以外のなんか共通することを聞いときましょうか。そのお相手に関してもう少し教えてください。お相手に関して。はい。ソードの10番が出ましたね。はい。まずね、この青いマントから入ってきたのは寒色系が似合う人。ネイビーとかブルーとか、グレーがかったブルーとか、そういう、色がお似合いだと思います。で、そういう色の服を着てることも多いのかな。で、入ってきたのはね、すごく知的な方だと思いますね。顔に関しては、それぞれ、皆さん見てる方、ね、タイプ違うと思うんで、そこは当てはめてもらいたいんですよ。なんでやっぱり顔は出てないですよね。雰囲気的な感じは、ちょっと知的な感じ。で、なんかちょっと大人っぽい雰囲気の方というメッセージが強く入ってきましたね。あとこれ、ソードの10番というカードなので、もしかしたら、過去に、結構大きな試練とかを乗り越えてきたとか、喪失をしたことがあるとか、それはもう幼少期とかっていうことかもしれないし、家庭環境でちょっと大変な状況だったことがあるとか、あと、過去に、なんか失ったことがあるとか、そういう方が多いんじゃないかな。だからなんか痛みを味わったことがあるっていうイメージですごく入ってきて、だから人の気持ちとかにもすごく敏感な方だと思います。で、寄り添うことができる人。で、自分も傷ついたから、やっぱり今傷ついてる人だったり、悩んでる人を助けたいとか救いたいとか、そういう気持ちがすごく強い方なんじゃないかなっていう感じはしますね。あと、すごい信念があるっていうことを言ってて、なんか成し遂げたいことがあるとか、頑張ってることがあるとか、そういう感じの方なのかな。なんかまっすぐ前に進んでいくってイメージで入ってきて、扉開いてますよね。で、新しい世界に進んでいこうとしてるカードなので、なんか目標がやっぱりあるんじゃないかな。ね、目指してるものがあって、そこに向かって今進んでる、頑張ってるという方が多いんじゃないかなと思います。それがお仕事っていう場合もありますよね。で、恋愛に関しては、すごく真面目な感じがしますね。あなたと同じように、将来を考えられる人とお付き合いしたいっていうふうにお考えのようで、その場限り楽しければとか、なんかノリでとか、そういうことをあまり恋愛には求めていないってことを言ってます。結婚とか将来とか、そういうことを真剣に考えられる人と次に付き合いたいっていうふうに思ってる。そこはあなたと一緒ですよね。そういう部分もやっぱり似てるのかな、近いっていうことを言ってますね。で、なんかね、初対面の時は一見ちょっとクールっぽく見えるかもしれないけど、ただ話すとすごく優しいなとか温かいなとか思いやりがあるなっていう風にあなたは感じると思いますね。なんか寒色系が似合ってちょっとクールっぽいイメージなんですよ。だから外見的なところで言うとちょっとクールっぽい感じはしますね。ただ話すとそこはね、また印象は変わるっていうことを言ってます。はい、そして、日付、いつ出会うかなんですけど、女帝さんなので、動画を見てから3日後、早い人だともしかしたら3時間後っていう方もいるかもしれないですよね。あとはですね、その3時間後、3日後はピンとこない場合は、3週間後で撮ってもらっても大丈夫です。そのあたりにね、この方と出会うんじゃないかなってことをカードが伝えてくれています。はい、それではですね、今あなたがやった方がいいこととか、気をつけた方がいいことを
ちょっと出します。はい。後回し的な感じでいきますね。まずは、はい。これはね、ペンタクルのページですね。パンプキンなんですけどね。可愛いですよね。これ、ハロウィンタロットです。はい、そうですね。ペンタクルのページが出てるので、今気になることをやり始めるのがいいっていうメッセージが来ています。あとは、行ってみたい場所に行ってみるもいいんじゃないかなと思います。なんか、ずっと行きたいなーって思ってるイベントに思い切って参加するとか、あとこれね、本が書かれてるんで、ここにね、気になる本を読んでみるとか、何かを学ぶとか、そういうこともいいと思いますね。あと自分磨きに投資をするのもおすすめですね。そういうなんか情報インプットするだけじゃなくて、例えば美容とか趣味とかファッションとか、なんかあなた自身にお金をかけるというか投資をする、それもいいよということを言われていますね。で、なんで気になることをね、するのがいいのかっていうことなんですけれども、それをすることによって、あなた自身がすごくキラキラしだすっていうことを言ってるんですよ。何か新しいことに挑戦したり、興味があることを追いかけるあなたっていうのが、すごくキラキラしだすんですね。で、キラキラすることによって、やっぱりあなたの魅力っていうのが周りにもどんどん伝わりやすくなる。だからやっぱり恋愛運っていうのも上がってくるっていうメッセージが来ていますね。やっぱりなんかキラキラしてる人ってすごく魅力的なんですよ。で、好きなこととか興味があることを楽しんでるあなたっていうのがすごくこの方から見てもすごい魅力的なんですよね。で、そこでやっぱりその方があなたに対してもっと仲良くなりたいとか知りたいっていうような感じで一目惚れしちゃうようなそういう状況になると思うので、今やっぱり興味があること好きなこと自分磨きやるのはいいよというメッセージがまず来ています。はい、じゃあ他のカードにも聞いてみます。はい、グラスですね。草のカードが出ました。グラスは草なんで、やっぱり自然に触れてっていうメッセージが来てますね。ちょっと外にお散歩に行って深呼吸するとか、緑とか自然が多めの場所に足を運ぶのもおすすめですね。公園とか、あと神社とか、なんか木があって、そして自然があって空気が綺麗で、みたいなところに行ってみてはいかがでしょうかというメッセージが来ています。で、そうするとやっぱりあなたのエネルギーがどんどん上がっていくっていうことを言ってますね。あとはですね、ハーブティーとか、アロマとか、入浴剤とか、なんか、そういう香りの癒しっていうのを生活に取り入れるのもいいかもしれないですね。あと、お食事とかも、ちょっとお野菜を多めにしてもらうとか、体をね、整える食材をメインに使ってお料理作ってもらうとか、そうするといいっていうことを言ってますね。あと、身につけるものですね。それも、ちょっと肌触りのいいものだったり、自然素材のものがおすすめっていうことを言われています。はい、じゃあ、こちらのカードからももらいます。やった方がいいこと教えてください。はい、ドッグ。はい、そうですね。ワンちゃん出たので、ワンちゃんモチーフのアイテムを取り入れるのおすすめです。キーホルダーとかアクセとか、あとはですね、そのワンちゃんが主役の映画とかアニメを見て、ほっこりするのもいいと思います。あとは、YouTube とか TikTok とかで、可愛いワンちゃんの動画ありますよね。それを見てもらうのもいいと思います。で、もしご自宅でね、ワンちゃんと暮らされている方は、その子との時間をたっぷり味わってほしいと思います。お散歩したり、お手入れしたり、スキンシップしたり。なんか、その子との時間を過ごせば過ごすほどあなたのエネルギーが高まってくるというメッセージが来ていますね。はい、それではですね、
ぜひ最後にコメント欄にあなたの望む展開を書いてみてください。コメント欄活用してもらいまして未来を設定していただけたらと思います。ただ具体的に書くのが難しい方もいらっしゃいますので、そういう場合は今からラッキーシンボルを選びますので、そちらの絵文字だけでも残しておいてもらえたらなと思います。はい。ではですね、そうだな、アドバイスのところから取ろうかな。まず本でしょ。あとは草って書いてあるので、そうですね、何かこう新芽の絵文字みたいのあると思うんで、それとあとワンちゃんですね。はい、こちらがラッキーシンボルになります。そして動画を見た感想とか書いてもいいよって方はぜひ書いていただけたら大変嬉しいなと思います。皆様からのコメントにいつも本当に励まされて支えられています。本当にありがとうございます。はい、それでは今回の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。